ちゃぐちゃなままお弁当を作っていきますよ。はい、トマト、コシヒカリ、なんだピミエントス、コディリョ・デ・ハモン・アサド。これどう入れれるかどうかまだわからないんですけど、ちょっと今ご飯は炊いて鍋で、ほらホクホクすっごい美味しい。鍋で炊くと、ちょっと今から電気をつけて鍋で炊くとすごい美味しいお米、ね、さーっとあんまり時間ないんですけど、すごい美味しい匂いですね、この餃子。やっぱりね、味の素の餃子美味しい。で、私たちのね、今日のニュースは家が決まりそうです。昨日見に行った家がね、今多分もう本当に10軒以上見たんですけども、その中で一番良かった、もうなんか最後の方に、これ多分あるあるなんでしょうけれども、最初見るとやっぱりこれがダメこれダメってね思うでしょ。でももうね、最後の方になってくるともう嫌なところあんまり見えてこなくなるの。もう早く決めたいので妥協しないと多分一生決まらないなっていうのがあって、でもう昨日は特にもう本当に私はなんとなくもう今までに見た中で決めちゃおうっていう思ってたところがあって、でダディはまだ見たいって思ってたらしいんですね。でも私の方がもう本当に今見てる中で決めちゃおうよっていう感じだったので、まあとりあえずどうせ見ても多分好きじゃないだろうなとは思ったんですけど、一応見に行ったんですね。そしたら今までで一番良かった。なぜかね、今まで見た中で私が一番いいなと思ったのは、すっごい広い大きな古いお屋敷、ワインのねメーカーさんの家らしいんですよ。よく見る有名なワインのブランドなんですけど、そのお嬢様の家だったらしくて、すごい昔は親の絵が飾られてたっていう感じなんですね。すごいいいものが揃っていて素晴らしい家なんですけれども、やっぱりね調度品が古いっていうか、すごいいい家だからこそオーナーさんがもう自分たちの家だからもう多分思い入れがあるんじゃないですかね。捨てたくない、変えたくないっていう感じで、もう壁も古いんですよ。でも、まあ、壁はね変えてくださるっていうことだったんですけども、もうそのまま住んでくれるのが一番っていう。キッチンにしてもあまり私たちにとっては良くないアイランドとかがあったんですね。Is that your imaginary friend you're talking to again? Yeah, my imaginary fan. はい、ダディね、まあ起こしてくれてコーヒーは作ってくれるんですけど、シャワーを浴びてあとは何もしないんですね。 What's that? Can you translate that for me? でダディね、ちょっとシャワー浴びるって言ってシャワーを浴びてて、でね、なんか音がシャワーの音がしないんですよ。で私が近づくとね、トイレをジャーッと流してシャワーを浴び始めるんですよ。多分ね、トイレに座ってああいうふうに使ってるんですよ。いや、ダディ。There's jeans, isn't it? Yeah? Is that t-shirt? Yeah, so. 給食当番の服。あ、給食当番だったの？はい。洗濯機回ってんの？回ってる今。熱い。おはようございます。今日は金曜日だね。今日参観日だよね。今日が終わったら明日から3日間連続のお休み。メルセのお祭りのお休み。ビーチ行けるかなね。ち
ちょっと寒いかもね、泳ぐのはもう。リアがちょっとビーチに行きたがって行けてないので痛いんだけどね。そう、来週の火曜日がママの誕生日。何歳になるか知ってる？ママ。7歳。57歳すごいよね。57歳ちょっとおばあさんすぎるから親密にしといた方がいいかな。リアとリコのクラスに57歳のお母さん絶対いないよね。リコ、昨日のスープが残ってるけどそれ食べる？ボンフレークがいいの？で、昨日もお伝えした通り家が決まって、でその書類審査にも受かって借りれることになって、私たちもう働いてないんですよね。以前の大家さん、昔サンクガットっていうところの一軒家に住んでた時の大家さんのレファレンスが必要だそうで、大家さんと話します。前の大家さんすごい親切な方ですごい面白い方なんですけど、インスタでバルセロナに帰るって伝えたら「おお、前の家が空いてるぞ」って。実は前の家空いてたんですよ。でもね、1000ユーロ高くないと思う。前は4500ユーロだったんですけど、今回はねなんと5500でちょっとオーバーバジェットだったので、ね、イギリスの家を売ったので今回買ってもいいなと思ったんですね。でもすっごい高いんですよ、スペインの家って。全然私たちが売ったお金では買えないぐらい。私たちが住みたい、例えば今住みたいなと思ってる家があるんですけど、住もうとしてる家、あれ多分3億円ぐらいするんじゃないかなと思いますね。 2.5 億円ぐらいかな。すごい高いんですよ、そういう風にね。で 2.5 億円だったら 10% 以上の税金ですねがかかるので、10% と少なく見ても3億円だったら3000万円あったら2年間家借りれるでしょね。帰ってこないですよ、その税金もちろん。なのでちょっと様子見るのに借りることにしました。あー眠い、本当に眠いです。でブロッコリーを昨日作ったスープがあるんですけども、昨日ねすごい結構健康的なスープを作ったんですよ。こういう昔よく作ってた子供たちの大好きな野菜たっぷりレンズ豆が入ってるスープ。やっぱ野菜を取らないと。スープの中でブロッコリーを茹でます。はい、今撮ってると思ったら撮ってなくてごめんなさいね。ずっと喋ってたのに撮れてませんでした。今ご飯がちょっと炊けてきて、これゲットする。よいしょ。この昨日作ったねブレンタルとベーコンのスープ、昔いろんな野菜が入ってるんですね。ズッキーニとかポテトは入れなかった、トマトとかあと大根とかいろんなのが入っていて、その中でブロッコリーを湯がいてます。卵焼きも作ろうかな。なんかねスペインに来てから寝違えてしまったんですけど、それ以来肩が凝ってベッドが違うからかなってダディが話してるんですけど、レンタル豆とか入って美味しそうでしょ。さっきもお伝えしたように明日から3日間の連休なんですね、バルセロナは。これはねバルセロナの連休なんですね。だからカタルーニャ全体じゃないしスペインも関係ないの。メルセっていうバルセロナのお祭りです。でもすごい大きいお祭りなので結構いろんなところから遊びに来られる方はいると思います。カタルーニャならではの人間の塔の催し物があったりとか面白いです。最初の来た年に行ったんですけど次からは行きませんでした。なんでかっていうとすごい混んでいて、人間の塔って人間で塔を作るんですけども、その名の通り危ないと思いますね。多分私たちが行った年はまだ規制とかも何にもしてなくて目の前で見れるんですけど、もう本当に人が多くて押しつぶされそうになりました。ちょうど私リアとリコを妊娠してた時で本当に危なかったです。なので次の年から行ってない。学校のところは
highest 26度、lowest 17度でサニーだよね。でもさ、バーミンガムさ、lowest 7度、highest 15度。で、雨と風と曇り。それ12月だよ、バルセロナ。ほら、7度ってさ、北海道だよ。1度の時に夏服でワンピースで学校行ってたよね。あれ本当にスペイン人見たらびっくりするよね。あと雪降ってた時も夏服だと思う。ねえ、文化の違いってすごいなと思いますね。ねえ、イタリアでもね、ペラカニさん25度以下になったら洋服の下にちゃんと下着を着て。25度以下、暑いやん。でもね、スペインとかイタリアは25度になったらやっぱりちょっと暖かくしないと風邪ひくからって思うんだよ。でもリコ塔見たんだけどさ、あれはもう全ていいサイズだからさ、いいよね。リコの一番小さめのやつがいい。でもサービスのは欲しくない。サービスはね、綺麗にしてゲストルームにしたらいいと思ってた。リコは兄弟の近くに住んでていいんでしょ。もちろん。リコ一番小さめの部屋がいい。本当に？だってでかかったらエンプティースペースだったらいい。まあね。あ、オーバーサイズだからクラブボトムになっちゃう。コピーしたらかわいい。ファッションにもね、興味がある年頃なんですよね。朝はね、これはリアとリコのお弁当なんですけど、やっぱりカイとカズもいて、カズはね、お弁当じゃなくてカフェテリアで食べてるの。お友達と一緒に食べてるらしくて、で美味しいって言ってて、でも1ヶ月経ったらどうなるか分かりませんけどね、もしかしたらお弁当にしてっていうとね。トモヤもね、同じ学校に行ってて、最初はカフェテリアで食べてたんですけど、1ヶ月後にね、ママやっぱお弁当にしてって言ってお弁当になったんですね。ほんとローテーションみたいなので飽きるんでしょうね、1ヶ月も食べてたら。1日10ユーロ11ユーロだったかな。結構高いんですよ。だから10日食べたら100ユーロ、2日ぐらい食べたら2000ユーロですからね、結構高い。すごい残念で、ごめんなさい、撮ってなかった。またちょっとごめんなさいねって言って私が残念なんですけど、今これを切って唐揚げを入れてすごい喋ってたの。気温が下がって過ごしやすくなったねって。これを入れて出来上がり。はい、お弁当できたよ。入れていいですよ。このキッチンすごい、作った後のすごさ。これが朝の様子でございます。これね、安い靴を買ったらすごいアンカンフォタブル。アンカンフォタブル、足が痛くなる靴ほど嫌なものはないよね。どうぞ。でスペインはね、ゴミ分別ゴミがあそこにあって、 R が、リサイクル、ジェネラル、緑が何だっただろう、瓶だったかな、分かれてんの。食べ物が茶色のやつで、紙がブルーのやつ。本当になんか過ごしやすいというか、結構涼しい。ジャケットが必要だな。スペイン人はもうみんなジャケット着てますね。多分私たちイギリスから来たので半袖だけど、香港に住んでた時はね、あったかい気温に慣れてて、16度ぐらいになったらもうダウンジャケットを着てね、ヨーロッパに長い人に笑われてました。16度でその格好はないでしょ。
あとはね、こういう今リアが食べてるんですけど、こういうトスタリカっていうビスケット。これ多分栄養はあんまりないよね。でもお腹が膨らむというね。ビタミナスが入ってるからまあいいけど。下だな。リアとリコはね、寝起きなので映しません。ママもね。はい、これからお弁当を作っていきますよ。ね、いつものようにこのキッチンで、ここに来てから1ヶ月経つのでね、もう使い慣れたるキッチンになりましたが、はい、作っていきましょう。後片付けはね、ダディがしてくれるんですけど、ダディの後片付けはね、まあ文句言っても仕方ないので、ちょっと甘いんですよ。しょうがないです。夜遅くやるのに。日本のお米がなくなったので、スペインのお米を昨日炊いたんですけど、あんまりこのままスペインのお米でいいかと思いますね。スペインのお米全然安いんですよ。もちろんね、日本から送られてくるお米なので。スペインのお米いいよね。やだ、香りがわかる？本当に？今入れたの初めて。うん。まあ見かけはもちろん違うけどね。リコってなんか卵焼きかなんか作ってあげようか？リコ？卵焼き作る？目玉焼きかなんか、目玉焼きとベーコンにしようか。なんかスペインのお米ね、あまり日本みたいに精米してないのかな。ちょっと茶色っぽい。日本のお米はやっぱり精米がすごいされてるので透明感があるんだけど、スペインのお米はちょっと精米の仕方が違うのか、ちょっと茶色っぽい感じ。エビフライにしようかな。コロッケ餃子にします。で、安定のブロッコリーはね、もう飽きたって言われたんですよね。昨日ね、エルコルテ・イングレスっていうデパートがあるんですけど、一番大手のスペインで、なんとこれ見て、フレッシュなザクロジュースがあったの。自分で作れるの。いつもね、オレンジジュースを作る機会があるんですけども、そこにオレンジの代わりになんとザクロがあって、ザクロのジュースをザクザク作ってるんですね。珍しいなと思って。でね、ザクロってすっごい体にいいんですよ。腸を整えたりとか、あと詳しいことよくわかんない、老化を予防したりとか、あと肌をきれいにしたりとかいう作用があるんですって。飲みたいですよねこれ。老化予防のためにこれ飲みます。認知症の人がこれを飲んだら認知症が治ったっていうデータもあるんですって。で、あとサプリメントを取ってます。このなんかね、爪とか髪の毛とかを強くするビタミンが入ってるサプリメント。今日初めてなんですけど、いつも飲んでるように見せかけて今日初めているという。うまい。健康になったような気がします。で、今日は
餃子とコロッケを作ります。なんか眠い。こんなねジュースとか飲んで健康になっても、私寝不足なのでそれが悪いと思いますね。寝不足を直した方がいいね。8時間寝たいから、あと2時間寝た。昼寝しようかな。お米炊くのはすごいんですけどね、おしゃもじがないのでちょっとそれが不便。やっぱりおしゃもじポコポコしたプラスチックのやつすごい便利ですよね。お米がつかないので、今木べらでやってるんですけど、やっぱりねお米がいっぱいついちゃうので、周りに餃子を作りますね。新しい家に移るのが結構あと2週間ぐらいになりそうです。スペインのね住民票をこの間取ってきたんですよ。エンパドロナミエントっていうんですけど、それを取るにもやっぱり家が決まってからじゃないともちろん取れないんですけれども、家が決まってその次の日にすぐ家の契約をしてからすぐ取りに行こうと思ったで視聴者に行ったんですね。そしたらすぐには取れないと予約をしなきゃいけなかったんですね。予約をして、で予約が取れたのが一番速攻っていうか一番ね最初に取れたのが今週の月曜日だったんですね。1週間前にすごいいっぱいですよね。で取ってきて、子供たち全員登録しなきゃいけないんですけど、会が18歳っていうことで会も連れてこなきゃいけないってことで会を無理やり起こして、その時間が9時だったんですね。なので会はね9時に起きないので、その日は起きろって起こして、で来てもらって住民登録して、でその住民登録が終わってからですね、車のナンバープレートを作れたりとかで、そのナンバープレートも住民票を出してから 2,3 日かかるっていうことで、昨日水曜日にやっと取れたらしく、今日の6時以降ね車取りに行けるらしいんですけど、6時忙しいので明日取りに行きます。いろいろね手続きとかがあって大変だと思います。最初私たちも慣れてるのでね、スペイン語もちろんペラペラではないですけど、そういう手続きするぐらいのスペイン語は OK なのでなんとか。でね、今ちょっとご説明したいんですけども、このコーヒーマシーンコンディスっていうスーパー、目の前のスーパーで買えるコーヒーは限られてるんですね。こういうエスプレッソインテンソっていうで、もうこれ結構飽きてきたので、昨日ねたまたまそのエルフォルテに行ったら別のがあったんですね。このグランデっていうのとエスプレッソだから買ってみました。ちょっと違う味が楽しめて、ね、マッキアートとかもあるし、でねこのカプチーノっていうのは中が実はダディが開けてみたら中がねネスカフェっていうかインスタントコーヒーだったらしいです。ちゃんとしたコーヒーじゃなくてね、面白いですよね。よいしょ。いやなんでだろう。ちょっとザクロのジュースを飲んだら超眠くなってきました。飛び散り要注意。すごい。餃子にこのビネガーを入れて、米酢がないのでああ、忘れてた。忘れてた。すぐだよか。持ってこようか。いいよ。じゃあ
これをそのまま切って入れればいいからね。じゃあお湯で茹でるのがいいんですけど、油で。ごめんなさい。今ね、撮ってるものと思ってた。撮ってなかった。超残念。撮ってるものと思ってた。今、貝が珍しく起きてきて、わあ、美味しそうだね、お弁当。って言ってくれたのに、貝が。皆さん、こんにちは。今、エルコルテイングレスのスーパーに来ております。ちょっと音が悪いと思うんですけども、リアがね、今日本語を勉強していて、家庭教師の先生とで、その間いつも私はここで夕ご飯とかを買うんですけれども、すっごい面白いもの、珍しいものをお見せしますね。それは何かというと、普通ね、スペインのスーパーにはオレンジのジュースの機械があるんですけど、ここ見て、イチジクなの。すごい、イチジクのジュースを作れます。ちょっとイチジクのジュースを絞ってみたいと思います。グラナダっていう。本当にね、抹茶はどこにでも超人気で、ここにも抹茶があります。スペインで嬉しいのは、この季節になるとマッシュルームがね出るんですね。でそのマッシュルームフライパンでソテーにして食べるとすごい美味しいんですけれども、ここにロベリョンとかこういうのとかね、いろんな種類のマッシュルーム、こんな黒いのから。今度ね、スーパーマーケットに行っていろいろ動画を撮りたいと思いますね。この栗とかもあるのが超嬉しい。これちょっとね、あんまり時間がないので今日はあまりお店でしない。これだけ買ってお家に帰ります。化粧品を買ってたので今時間があまりないのでね、帰らなければいけません。帰りますね。